はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は素彫りの廃水道を紹介したいと思います。去年の真夏に撮った動画の蔵出しです。ここは大多喜町の山の中。この道は多分林道ではなくて町道だと思います。ちなみに、この道の下に素彫りの水路水道がうがたれています。振り返って見ているあたりですね。ただ、この日は水に入る装備がなかったのでスルーです。素彫りの面白そうなものなので、そのうち探索してみたいとは思っているのですが、ここのためだけに来なければならないので、機会があるのかな。ちょうど今歩いているところなど、おそらく元々の歌唱部分の上に築かれた築堤だと思います。そして右手の杉林はおそらく旧稼働ですね。これも典型的なものではありませんが、一種の川回しになるのだと思います。川回しってなんじゃという方は解説の別動画を用意してありますので、そちらをご覧ください。水路水道のような水没した物件を探索しようというとき、僕は2通りの方法を考えます。一つは長靴もしくはウェーダーを履いて濡れずに行く方法。以前はこれ一択でした。そしてもう一つは海パンと速乾性 T シャツを着て濡れること前提で突っ込んじゃう作戦。去年編み出した通称ジャブジャブです。でもこれがいざやってみると意外と大したことないんですよね。しかも真夏でも涼しくて快適です。それはさておき、先ほどの水路水道を探索すると、いずれの方法でもその後の陸上の探索に支障が出るんですよね。夏場の長靴姿はむちゃくちゃ暑いです。おっさんは体が持ちません。靴に履き替えたりして荷物を増やすのも負担が大きいです。かといってジャブジャブした後の濡れた海パン姿でチャリを乗り回していたらただの怪しいおっさんです。ガラスの心臓の持ち主、センシティブな僕には無理です。できません。ということで探索するならここだけをターゲットにして臨まなければならないのですが、ここは駐車可能ポイントからちょっと離れているんですよね。探索の効率が悪いです。そこが悩みどころです。さて、坂を登り切ると右手に池が現れます。この池と先ほどの川をつなぐ水路水道もあります。しかも吐き口側が滝になっています。これも道路上からははっきりと姿を見ることができません。この付近は川回しによって相当地形が変わっているような気がします。なんだか話しているうちにこの付近の水場関係だけに絞った探索もやってみてもいいかなって気になりそうです。どうしようかな。いずれにせよ実行するとしたら夏場ですね。また考えます。さて、道は舗装が途切れ本格的なダートになってきました。切り通しが気分を盛り上げてくれますね。なお、この先は後で説明しますが、地図によって描き方が違います。国土地理の地形図も GPS のログを見る限り、平面上での位置はおおむね正しいようですが、等高線との関係がおかしいような気がします。まあよくあることなんですけどね。なお、昔の地形図、昭和22年発行までのものを見ると、ここより少し南に旧道があったようです。今はそちらの方に民家があるようなので、行くのは遠慮しましたが、以前反対側からそれらしき道に迷い込んでしまったことがあります。民家の裏庭にこんにちはしちゃうと罰が悪いので途中で引き返しました。地形図の表記の変遷を信用するなら、この先の隧道は比較的新しい、おそらく戦後に掘削されたものと推測されることになりますが、実際はどうなんでしょうね。現状は荒れてはいるのですが、確かに自動車の通行を意識したスペックの道だったことが伺えはします。さて、右手には椎茸の原木らしきものが並んでいます。こういうのは椎茸畑とでも言うんですかね。それはともかく、地図によってはこの目の前に隧道があることになっています。しかし、見ての通り隧道はありませんし、この地形では以前にも隧道があったようには見えません。実際に隧道があるのはここから4、500メートル先です。以前この辺りでキョロキョロしていたら、たまたま椎茸の手入れをしている方と目が合いました。そこで隧道のことを聞いてみたのですが、トンネルはこの先よと言われました。いや、それは知ってるんだけど、それとは別にここにもあったのではないかと重ねて聞いてみたのですが、こいつ何を言ってるんだという顔で、いや、だからトンネルはね、との返事。やはり過去にもここに隧道はなかったようです。まあよくある地図の誤植でしょうね。さて、隧道までまだもう少しあるのですが、この道と隧道に関してはもうネタ切れです。しかし、この先にいかにも古道という雰囲気の場所があります。そこまでサクッとカットしてもいいのですが、せっかくなのでもう少し雑談で間をつなごうかと思います。
栄翔寺隧道の動画でもやってみたタイムカプセル的な時事話でもしてみましょう。この動画は2020年3月31日に公開するつもりです。世間の話題は相変わらず新型コロナウイルスの件一辺倒です。総理夫人が友人と花見をしたことでバッシングを浴びてます。騒ぐ方も騒がれる方もバカだと思います。くだらね。小池東京都知事が記者会見で感染爆発重大局面だとの現状認識を示し、クラブやバーに行くことを控えるように都民に呼びかけました。ネット上では4月1日に政府が緊急事態宣言を出すとか、4月2日に東京がロックダウン、都市封鎖に入るという噂も流れているようです。これらを菅官房長官は記者会見で明確に否定しました。これはどういう顛末になるのか注目です。株式市場は乱高下を続けています。3月30日の日経平均株価は前日比304円46銭安の 19,084 円97銭。直近の底値より3000円近く戻していますが、日銀が ETF を買いまくって市場を買い支えているという噂もあって先行きは不透明かな。でもこんなことはどうでもいいんですよ。経済状態もウイルスの流行が収束すれば確実に回復します。それよりももっとショッキングなことがありました。3月29日、志村けんさんが亡くなりました。数日前に新型コロナへの感染が公表され心配されていたのですが、最悪の結果となりました。このニュースを聞いて僕は無性に腹が立ちましたね。ウイルスに対してですよ。伝染病に腹が立つというのも変な話ですが、そう表現するのが一番合ってるんですよね。長年慣れ親しんだもの、ある日突然理不尽に奪われたような感覚を持ちました。僕は別に熱心なドリフファンというわけではありませんし、お笑いも特別な興味はありません。ただ、時々面白い動画でも見たいと思うと、ついドリフの大爆笑とか、バカ殿様を探しちゃうんですよね。でも、おかげさまでしばらくはのんきに笑えなさそうな気がします。ウイルスのやつやってくれたよ。どうやら同じように思ったことも多いようで、Twitter や Instagram でもコロナにくいのハッシュタグが急増しているそうです。それからウイルスの DNA 解析をする分散コンピューティングのプロジェクトへの参加を呼びかけた YouTuber がいたのですが、一時的に広告を止められたそうです。どうやら NG ワード扱いされたようです。Google の AI もまだまだクソですね。さて、もうお気づきのことと思いますが、先ほど言ったいかにも鼓動という雰囲気の場所にとっくに差し掛かっています。というかもう通り抜けかけています。よそ見をしていて気づいていなかったという方は6分20秒頃に戻ってみてください。車1台分の幅員に右が垂直なのり面、左は垂直な崖。歩きながら眺める分には楽しいです。ただし、車では絶対に通りたくないです。脱輪するか、滑って谷底に転落しそうです。それに、無理に頑張っても、どうせ引き返さなければなりません。そして、正面を見ると、道は低い山にまっすぐ突っ込んでいきます。もうお分かりですね。言うまでもなく、あの尾根の下に、今回のテーマの隧道があります。くたびれたので、手前の広場で一休みです。さて、ここからカメラが交代です。先ほども言いましたが、この動画は去年の8月に撮影しました。その頃使っていたのは4000円の中華アクションカムとキヤノンのデジ1です。道中の動画は中華アクションカム、そしてここからはデジ1での撮影です。デジ1は今でも使っていますが、動画撮影に関しては今年になってから買ったソニーのアクションカムに完全移行ですね。手ブレ補正の威力が全然違います。まだこのカメラで撮った動画も少し残っているのですが、どうしようか考え中です。茂原市おしびの素掘り隧道具の動画も見返してみるとブレブレです。残りの分はもうボツにしちゃって、次の冬にでもしれっと全部撮り直そうかな。さて、ようやく隧道にやってきましたよ。せっかくのダートなので、道中の模様もお伝えしようと思い、頑張ってくだらないナレーションを入れてきましたが、どうだったでしょうかね。全部お付き合いくださった方、申し訳ありませんでした。僕の雑談はクソですが、隧道はなかなかの一品だと思います。四輪車の通行を意識した大きさだと思うのですが、現状では内部の崩落が進んでいて、四輪車の通行は極めて困難です。というかもう山仕事では使われていないと思います。二輪はオフロードライダーの方が時々通っているようです。ということで主役が登場しましたので、僕はしばらく黙ることにします。ごゆっくり隧道をご覧ください。
さて、隧道を抜けてきました。お疲れ様でした。道中が長かったのに肝心の隧道シーンはあっという間ですね。東京ディズニーランドで2時間並んでアトラクションは5分で終了みたいなものです。ディズニーランドのアトラクションにはファストパスというものがあるそうですが、この動画は概要欄にファストパスになるリンクがあります。使った方はいらっしゃいますかね。それはともかく、右の道はこの先で U ターンして隧道の上に向かいます。左はこの先で旧道と思われる道と合流。さらに進むと高塚山のすぐ脇を通り、天ヶ堀線って読むのかな、林道に接続します。ということで、今回の動画は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。この動画、まあまあだと思ったら高評価、クソだと思ったら低評価。よかったらチャンネル登録もお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。